こんにちは、高山です。今回はノートパソコンのキーボードの選び方ということで、前回に引き続き正しい Windows PC の選び方シリーズ初心者編をやっていきます。ドンキノート PC のやばい部分についてもお話しします。それでは用意スタート。はい、まずノートパソコンのキーボードってどんなイメージがありますか？店頭で買う場合は一旦触ってみて、やんこれってなる重要な基準だと思います。でも最近メインとなっているオンラインショッピングの場合は軽視されがちな部分になると思うんですよ。しかもノートパソコンってデスクトップみたいに後からキーボードを交換することもできません。だからこそちゃんと選んでほしい。本当に一番勧めたいのは店頭で触って試してみてもらうことなんですけど、ご時世的にとかめんどくさいとかでネットで注文することがメインとなる時代なので、最低限ここを見てほしいっていうのをまとめました。こちらになります。はい、今回は3点の重要部分についてお話しします。まずは今回のサムネにもなっているドンキ PC をはじめとしたキー配列の話です。一般的なデスクトップキーボードを触ってきた人はこの悩みに触れたことがないかもしれませんが、ノートパソコンって各社の癖がキーボードに出現します。で、特にやばいと言われているのがドンキなどの格安ノートパソコンです。これね、僕が買ったドンキノートはロとムがなぜか下にあったりだとか、エンターキーが英語キーボード風だったりとか、結構いろんなところで酷評されているような内容でした。さらに電源ボタンがキーボードの中にあったりとか、なかなか面白い PC でした。2020年後期の第3世代でだいぶ改善されたんですが、まだスペースキーがくっそ狭かったりとか癖は残っています。これ以外にもストレージが eMMC だったりとか、ドンキ PC はいろいろ特殊な部分があるので避けた方がいいと思います。で、もう一つ注意してほしいメーカーが HP です。ここのノートパソコンね、めちゃくちゃコスパ良くて、デザイン美しくて、性能も最高なんですけど、なぜかホーム、エンド、ページ系ボタンが右側に配置されているんですよ。これね、実際に触ってみると、いかにやばいかがよくわかります。というのも、僕が昔このキー配列を軽視して買って後悔したことがあるんです。実体験です。マジで2ヶ月で売りました。本当にね、エンターキーのつもりで右側のボタンを押します。慣れとかのレベルじゃなく慣れないです。もうね、諦めてホームエンドボタンの挙動をレジストリいじって全部エンターキーって認識させて使ってました。ご利用しです。2021年に入ってからは少しずつこの変則的なキー配列は HP も見直していっているようですが、くれぐれも注意してください。次に解説するのは本体の大きさです。ノートパソコンって本体の大きさでキーボードの配列や大きさが変わります。例えば10インチから13インチ程度のパソコンを買うとちょっとキーサイズが小さくなったりします。普段デスクトップのキーボードに慣れていたり、10キーを多用する場合は 15.6 インチ以上の大きさになるかと思います。ちょっと持ち運ぶのは苦しめな感じです。逆に普段からノートを使っていたり、10キーを使わないユーザーは 13.3 インチあたりが持ち運びと操作性のバランスが取れていておすすめです。僕も 13.3 インチのノート PC を愛用しています。一般的に喫茶店などで見かけるオシャンティーな PC はこのサイズになるかと思います。逆にあの人会社用のでかい PC 持ってきてるなぁ、重そうと見ていて感じる PC はおそらく 15.6 インチです。僕もいろんなサイズのノートパソコンを15台以上は買ったり売ったりしていますが、 13.3 インチが圧倒的にバランスいいです。これ以上小さくなるとタイピングの感覚にかなりの違和感を覚えます。 13.3 インチはキーピッチが少し狭くなることもありますが、 HP などをはじめとした極端な変則配列を避ければかなりおすすめできる使い心地です。このサイズ感だけは家電量販店でチラ見してもいいかもしれません。最後に話すのは押し心地や触り心地についてです。これが一番個人の感覚によって好みが分かれる分野だと思います。でもメーカーによってかなり触り心地は違うので注意してみてほしいポイントです。あくまで僕の主観ですが、キーボードの傾向をメーカー別でまとめました。こちらになります。はい、基本的にはあっさり軽め系としっかり固め系に分類しました。MacBook などを使っているユーザーは完全にあっさり軽め系のメーカーを選んだ方がいいです。僕みたいにキーボードの打ち方がデタラメで硬いキーボードだと反応しないようなユーザーはこちら側ですね。
ちなみにこのタイプは海外系のノート PC に多く、Xiaomi のノート PC などはさらにスカスカでめっちゃ反応いいです。超打ちやすいです。で、日本系の PC に多いのがしっかり固めタイプです。デスクトップのメンブレン式に慣れている人はこっちの方が操作しやすいはずです。中でも富士通のキーボードは正しい打ち方をした時に力の入る部分は硬く、力が入りにくい部分は柔らかく、打ち心地を調整して製造されているのでかなりスムーズに打てると言われています。まあデタラメな打ち方をする僕からすると場所によって柔らかくなったり硬くなったりするのでめっちゃ打ちにくいです。こんなこと言うやつイレギュラーですけどね。ということで自分の今まで使ってきたキーボードなどを比べるベースにしてこの押し心地についても検討してみてください。はい、以上3点が今回注意してほしいキーボードの選び方でした。まあね、ここまで喋って余計に思ったんですけど、触んなきゃわかんねえよね。でもこの内容を知っているだけで買って後悔する確率はぐんと減ると思います。酔った勢いでポチろうとしている人は一旦ヨドバシに行くきっかけになったかもしれないし、変則的なキーボード配列に気づくきっかけになったかもしれません。ちなみに僕が今使っているノート PC はデルの XPS シリーズと富士通の UH シリーズです。まあ富士通はね、僕の場合は打ちにくいんですけど他のスペックが最高なんで、こちらも概要欄にリンクを掲載しておきますのでよかったら参考にしてみてください。次回はノート PC のディスプレイやバッテリー、充電方式、USB 端子の有無などについて選び方を解説します。こちらもぜひご覧になってください。またこのチャンネルではデジタルガジェットを中心とした解説やレビューもしていますので他の動画もぜひチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。